皆さんこんにちは、ともかです。私は今、佐渡汽船の中にいますということで、今回は新潟県の佐渡をご紹介したいと思います。ついこの前佐渡の金山が世界遺産に登録されたということで、今すごく話題の旬なスポットがある佐渡なんですけど、佐渡のイメージがあまりないかもしれないんですけど、今回は1泊2日するので、皆さんに観光情報だったりとか、グルメをね少しでもご紹介できたらと思うので、ぜひ最後までお楽しみください。これから、新潟県だったり、佐渡にね行ってみたいなと思っている方がいらっしゃったら、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで動画スタート。無事到着しました。ここエスカレーターの上がジェットフォイルとカーフェリーの入り口ということで、ここから乗り場に向かいます。到着。これか、ここで券売機か人員のところでやるらしいんですけど、 QR コード付き予約、ここの、人員のところか券売機で、紙の切符に変えないといけないらしいんですけど、ちょっと機械でね予約番号を入れるところがなくて電話番号入れたんですけど反応しなかったんで、ちょっとこっちでやります。1456。ヴィラ様のご予約ですね。はい、こうやって30分前までに受付だと思うんですけど、最悪ギリギリここに何分前までに来たら大丈夫ですか1分前になりますとベルが発車ベルが鳴りますので、定時の出航になりますので、それに間に合うように。わかりました。ありがとうございます。無事ゲット。一応乗り場の前にこんな感じでお土産屋さんがあったりします。多分佐渡に着いてからもあったりすると思うんですけど、I love 佐渡の T シャツとか置いてたりしますね。一応ここが、並んでる人たちなんですけど、だいたい20分前ぐらいに改札が開いて船に乗り込むみたいです。なのでそれまで皆さんここでずっと立って並んで待ってる感じですね。今回は学生がいるので列が少し長いんですけど、最悪ギリギリでもね乗れそうなので良かったです。ということで今から桶佐丸12時35分の両津港行きに、乗って佐渡に向かいたいと思います。おー、すごい。バーコードリーダーだからかざしたら入れた。すごい、もう世界文化遺産佐渡の金山っていう旗があります。カーフェリー、佐渡ずっと行ってみたかったのでめちゃくちゃ楽しみです。1、2等車両、上がスイート特等室って書いてあります。で上1等って書いてある。1等特等が上で2等がこの階なんだ。これが今いるところか。あ、前か真ん中か後ろかみたいな感じなんだ。上でも2等あるんだね。1等だけかと思った。一番上が特等室。こんな感じで2等はみんな床に座ってる感じなんですけど、早く乗船した人たちは多分この壁際にね座りたかったんだと思います。あ、すごい。あんな感じで、なんだろう、満喫の椅子みたいな感じ。あ、ここはなんかベッドみたいな。ああやって自分のスペースを確保していきたい人は1棟、2時間とかだからね、意外と想像してたより広かった。ここもチェアだから椅子ですね。あ、ここもあれじゃん、なんか寝る感じのところだ。あ、ここから外だ。あ、なんかステージがある。開放的。こっちが先頭かな。荷物はスーツケースは鍵かけておけば大丈夫だと思うので、今は貴重品だけ持ってきてます。わー、すごい。海鳥すごい。海鳥がめっちゃ飛んでる。ということで新潟港を出発しました。海鳥がねめちゃくちゃすごいです。一回餌あげるともうそこにね集中的に集まってくるので、学生さんたちが餌持っててちょうどいいタイミングで海鳥をね撮影することができました。本当にすごいいっぱいいます。ここのね新潟港を出発して、佐渡のね両津港までだいたい2時間半ぐらいの船旅になると思うんですけど、
思ってた以上に結構大きい船でびっくりしました。6階建てぐらいあるのかな。全然今のところねまだ揺れてないです。多分こういう街の真ん中をね走ってるからだとは思うんですけど、船の一番上に来るとこういう感じでめちゃくちゃウミネコ船と一緒にね飛んできてくれるんですよね。こうやって風に乗ってみんな飛んでるんですけど、かっぱえびせんをね持ってくると餌をねあげることができるので、もし自分であげたい人はこういう感じでね餌あげてみてください。海鳥に餌あげます。うわーやばい、食べてくれた。ほいお昼に買ったランチをお持ち帰りにしたので、これを今から船でいただきます。気づいたらもう目の前に佐渡がありました。中にいるとね外の景色を見てない限り今どこを走ってるのか全然気づかなかったんですけど、時間も時間だと30分ぐらいで佐渡のね両津港に到着する予定です。今ねこっちに向かってるのでちょうどね脇の方をね走ってます。脇というか間かな、なんか H 型になってる感じの島なので間を走ってる感じですね。天気が良くて本当に良かったです。気温も全然暑くなくて涼しいので、羽織るものはいらないけど本当にちょうどいい気候なので、意外と夏でもおすすめスポットかもしれないです。港が見えてきました。もうすぐ到着です。佐渡に到着です。わーい、今からニコニコレンタカーの営業所でレンタカーを借りに行ってきます。レンタカーも予約 1,2 ヶ月くらい前に予約したんですけど、もうすでに希望の時間が取れなくって、佐渡でレンタカー借りる人はもう佐渡に行くことが決まったら本当に早めにレンタカー予約することをお勧めします。多分佐渡自体レンタカー借りられる営業所とかが少ないんだと思います。今回乗った船オーケーサ丸、ここは他の YouTube 上げてる方の予習で見ました。ここの通りがねいろんなお土産が売ってるお店らしくって、基本ここしかお土産買えないみたいなこと言ってた気がします。なんか私が見た YouTube の方は朝到着したのですごい人気が全然いなくって、お店もねあんまり活気がなかったんですけど、今すごいいっぱいいますねお客さん。港の駅はこんな感じで割と小さめです。そしてさっきの船があっち側に見えて、ニコニコレンタカーは駅から若干歩きます。あ、目の前だあれ、歩くと思ったのになんか目の前にありました。到着。こんにちは。はい、ということで佐渡1カ所目のスポット北沢冬線工場に到着しました。通称ラピュタの場所って言われてるらしいんですけど、今からそこに行ってきます。すごい雰囲気がねラピュタみたいな場所なんですけど、ここで昔金を掘ってたのかな。わー、すごい開けてるね。てか緑と空の青がめっちゃいい感じ。夜はライトアップするらしいです。北沢浮遊線工場は山から掘り出した鉱石を選ぶ場所で、浮遊線鉱山で採掘された岩の中から金や銀などを取り出す方法という方法で日本で初めて実用化に成功した施設だったそうです。もともとは銅の選鉱工程で利用されていた方法ですが、金銀の回収に応用したのは佐渡鉱山が世界で初めてでした。残された階段状のコンクリートに植物が生い茂るその姿から、映画天空の城ラピュタの世界観を彷彿させると人気の観光スポットになっています。北沢浮遊線工場、こんな感じでめちゃくちゃラピュタでした。何があるっていうわけじゃないんですけど、このまんまね神秘的なまま残ってるので、金山からも近いのでぜひ立ち寄ってみてください。両津港からは1時間ぐらいでした。ナビで調べたら40分って出たんですけど、やっぱり1時間はかかります。ということで次は金山に行ってきます。
佐渡といったらの観光スポット金山到着しました。営業時間は8時から5時半、最終入場は5時ということで、今4時45分ギリギリです。なんとか間に合いました。3時に両津港着いたんですけど、そこから1時間かけてね来たので間に合ってよかったです。気温約10度だってよ。寒いんだね。佐渡の金山が世界文化遺産に登録されたのが2024年7月27日ということで、めちゃくちゃ最近ですね。申請したのは1997年に登録に向けて動いたらしくて、なのでそこから27年かけてやっと、佐渡の金山世界文化遺産に登録されました。佐渡の金山は1601年に開山されたと言われていて、本格的に金鉱の開発が進んで、約400年もの間ねここの金山稼働してたんですけど、もう金がやっぱり取れなくなっちゃったので1989年に閉鎖したそうです。涼しいここ、新潟日報新聞に掲載された時のが載ってます。すいません、じゃあ1枚お願いします。今の時間はこれだけだそうです。使用時間30分。入場券かっこよすぎない？金なんだけど。佐渡金山、今からこの下を降りていきます。10度っていうのが寒そう。てかもうここの時点で寒い。パンフレットもらいました。チケットもキンキラですね。寒いよね。しかもなんか上からポタポタ落ちてくる。うわすごいよ、見て。上からポタポタ垂れたらそりゃ床もなんだろう、滑るよね。これ30分、所要時間30分って書いてあったよね。すごい、日本の所要金銀銅産地と輸送ルート。でもこの辺が主だね。この辺がルート多かったんだね。1601年から約400年ずっと金が掘られて、1919年までは載ってないかで終わったと書いてありました。なんか江戸幕府にめっちゃ貢献されたって書いてあった。この建て合いで金銀を 見つけてたのかな。すごい。こんな急なところで金銀を掘ってたんですね。早く外に出て酒も飲みてえ。わあすごい。なんか落ちちゃいそうね。出口がなんかすごいよ。本当にさ、山の中のさ入り口って感じ。すごいところにこの博物館作りましたね。持ち上げてみて。あ、資料館か。なるほど。こんな感じの資料館になってます。取り出し体験は中止だから多分持つのはいいんじゃない？すごい。重い。めっちゃ重いよ。あ、無理。上がんないかも。あ、持ち上がんないわ。あ、無理だ。資料館の1階はお土産屋さんになってました。こんな感じです。お土産買いました。今金山見終わりました。なんか想像してたような場所じゃなくって、なんかすごい10度ぐらいしかなくて寒かったです。下調べしておけば長袖とかね、羽織るもの持ってきたんですけど、結構20分ぐらいかな、寒いところ歩いたので、なんか山梨にある氷結のところに近いなって思いました。で、あとお土産なんですけど、佐渡のねターミナルでは買えない金山だけのお土産とかもあったので、それを買いました。金山って書いてあるお土産だったりとかは、ここのね見終わった後のお土産屋さんで買うのをおすすめします。ということで次のスポットに向かいます。1日目最後のスポット、あやめの桟橋に到着しました。夕日がいい感じに綺麗です。橋はこちらです。本当に海ですね。もう夕日だからちょっとあんまり海の透明度とか伝わらないですけど、サンセットがでもすごい綺麗です。ということで、こちらのあやめの桟橋で一通り写真を撮ったり海を眺めたりして楽しい時間を過ごしました。夕日がねこっちの方で眺めることができるので、昼間に来てもいいんですけど、
こういうねサンセット見に来るのもめちゃくちゃおすすめです。人もそんなにねいないので写真も撮れるのでおすすめです。今日から一泊する旅のホテル佐渡に到着しました。外観はこんな感じで、ちょっともう夜なんで薄暗いんですけど、めちゃくちゃ綺麗で新しそうですよね。ここに決めたのは、立地と新しいからです。こんばんは。売店的ないろいろ売ってます。何それ？いくらとなんだろう、とそういうやつ。海鮮詰め合わせみたいな。スイーツかと思った今。スイーツに見える。ありがとう。508、こっち展望テラスとかあるんだね。あ、ここなツイッター。今日はオープン。よいしょ。あ、綺麗じゃん。本当にカジュアルね、なんだろう、シンプルな作りになってます。ここにエアコンとテレビと冷蔵庫とポットとかがあって、ここにちょっとデスクがあります。ホテルのお風呂場とトイレはこんな感じで、ドライヤーはパナソニックです。歯ブラシはついていて、あとヘアブラシもついてますね。あとカミソリもついてます。大浴場があるので基本的には使わないんですけど、ユニットバスタイプの、バスルームになってます。ホテルの、部屋着はセパレートタイプになっていて、これは前にボタンがついてるので被るタイプの長袖ですね。で、枕は2つついていて、こっちなんだこれ、すごいなんか低反発タイプと、こっちは多分どちらかというと柔らかいタイプなのかな。こっちも低反発っぽいな。今日の夜ご飯はホテルのね斜め前にあるちぐさ食堂っていうところに入ってみようと思います。メニューはこんな感じで、ソースが選べるハンバーグ、これにします。これがセットについてるサラダです。こちらがメインのハンバーグで、ソースは和風にしました。いただきます。ホテルのお部屋からの景色はこんな感じです。すぐ横に24時までやってる、コンビニみたいなところがあってすごい便利でした。佐渡2日目の、最初の目的地は砂防カフェです。なんかここクロッフルが有名らしいんですけど、全体的になんかモーニングとかランチにすごいおすすめのカフェっぽいので来てみました。ということで行ってみます。こんにちは。お、一番だ。はい。私アイスのカフェラテで、はい、お店はこんな感じですごいモダンな感じで素敵です。いただきます。なんかここのお店は他の YouTuber の方が上げてたお店で、見た時すごい可愛いし美味しそうって思ったので、ここピンつけました。でも本当に実際来てめっちゃ可愛いしね、ご飯もすごい美味しそうだし、盛り付けも素敵だし、本当来てよかったです。あ、美味しい、飲みやすい。あ、しかもこれモーニングセットなんですけど、クロワッサン2つだったんですけど、中身変えられるっていうことで、クロワッサン1個とクロッフル1個でやってくれました。そこもね融通聞かせてくれたから本当にありがたかったですね。クロッフル美味しそうだったもんね。食べましょう、サラダ。スパイシーだね、ちょっと美味しい。結構濃いめのドレッシングだね。クロワッサン大好き。パンで一番好き。美味しい美味しい。サクサク。念願
県のたらい船矢島交流体験館の俵船の乗り場に到着しました。天気めちゃくちゃいいのと、もうこの景色がめっちゃいいですね。最高。もうサザエさんで見てたまさに光景ですね。なんかいくつかたらい船の乗り場が佐渡にはあるんですけど、ここが有名な赤い橋があって、この景色をね見ながらたらい船に乗れるっていう場所になります。ということで今から乗りに行ってきたいと思います。ということで駐車場はこんな感じで無料になっていて、すぐ向こう側にたらい船があります。そして今からチケットを購入しに行ってきたいと思います。ホテルからだいたい45分ぐらいで到着しました。ここに並ぶのかな。ここは予約しなくても当日で行けます。400円いただきます。はい、チケット購入しました。大人1人700円で買えました。支払いは現金のみになります。はい、今からたらい船乗ります。ゆっくり。はい、ゆっくり。向こうの方行ってね。はい。向こう側向いて。向こう側見てもらって。向こう側。座ってもらって。はい。海の方向いて座ってもらって。はい。すごいすごい。おお。すごい。水が綺麗。めっちゃ綺麗。ね。イワシ軍団。ほらほら。奥が矢島、右の手前が京島、この赤い橋が太鼓橋。100点、イエーイ。天気良くて良かったです。今日本当に。あ、そうなんですか。そう、確かに。でもここはね、10月で終わりなので。あ、そうなんですね。たらい船はいつからですか。4月から10月まで。あ、4月から10月までか。なるほど。なんかたらい船って一つだと思ってたんですけど、調べたら3カ所ぐらいあって。そう、3カ所ね。そうですよね。そうだからここはこの太鼓橋とたらい船の景色が一番もうなんかザっていうね。メガネがついてるたらいはここでしかない。あ、そうなんですね。あ、この底が見えるやつ。底が見えるのはね、ここだけなんですね。君の遊びそう。そうなんだ。他のところではないんですね。他のおた場所は2つの場所は真っ平らで椅子が真ん中にあるのかな。へえ、そうか、だからこのなんだろう、水中グラスはないんだね。すごい綺麗。残念。小木半島エリア元小木コース、太鼓橋通って京島矢島の方にね歩いていけます。海がすごい綺麗。うわ、めっちゃブルーだ。泳ぎたい。すごい、本当に綺麗。久しぶりにこんな綺麗な海見ました。ではここを歩いて行ってみましょう。道はこんなに狭いです。でもここのたらい船選んでよかったです。期間は10月からねお休みになっちゃうので、11月からか4月から10月までの間しかやってないって言ってました。他の場所のたらい船は年中やってるらしいんですけど、なんかさっき漕いでくれた方がなんか他のお客さんで違うところに行ったけど全然風情がなかったからこっちでもう一回乗りに来ましたっていう方がいらっしゃったみたいで、全然やっぱり同じたらい船でも違うんだなって思いました。やっぱりね、この橋とこの京島矢島があって、こっちはエメラルドグリーンのすごい透明な水なんですけど、ほんとこっから綺麗だね。すごい、本当に風情がある。でこっち側はすごいブルーな青で、もうすぐ橋に到着です。結構急な橋だね。こう一段一段が結構歩幅が、うわすごい。うわまた違う、めっちゃ水が綺麗。やっぱり夏に来るのはめっちゃおすすめですね。この松の感じもいい感じです。なんか他のたらい船の場所行ってないのでわかんないですけど、でもこれから宿根木っていうところ行くので、まあそこにたらい船があれば見れると思うんですけど、わあすっごいここ
セミの音と佐渡の音楽と波の音と、わー泳ぎたい。本当にこのブルーでさ、透明ですなんてそこまで見えてるのがすごくない？結構深い。結構深いけど、うわーすごい。ここ一周できると思ってなかったです。でも本当にここをチョイスしてよかったし、予約制じゃないので本当にチケット買った順に列に並ぶっていう感じなので、混んでたらその分待つんですけど、結構波があるので今みたいにたらい船来てないので、こっち側に多分お客さん少ない時間帯なのかなと思います。今11時半ですね。早めに来るのがいいかもしれないです。すごい反対側めちゃくちゃ小道ですごい。こっち側からたらい船と橋が一緒に撮れるんですね、写真が。なんかアングルどっから撮ってるのかなって思ってたんですけど、こっちなんですね。でも本当に海の水が綺麗だから、どこから撮ってもすごいいい写真撮れます。ここからの景色が公式のホームページに載ってた写真の、撮影場所です。こっち側にね道があるので、一周するとこの景色が撮れます。ここが宿根木の、たらい船に乗る場所です。さっきのところとやっぱり全然雰囲気が違いますね。はい、ということで続いての観光スポット宿根木に、到着しました。さっきのたらい船からは7分ぐらい、車で7分ぐらいですね。でここに入るのに100円街並み保護的な金額をお支払いするみたいです。ちょっとね、ここは集落の方の駐車場でね、少し上げとかなきゃいけなくて。住んでるんですか？住んでます。そうなんですね。ということで今ねここにいますけど、宿根木って一応こういった戦国船とか北前船っていう和船の、船主さん、船大工さん、船員さんたちがたくさん住んでた集落で、今でも保存地区なんですよ。でも人が住んでおります。ここからまずここが昔からのメインストリートで、そこの洗濯物干してある細い路地、そこを入っていただいて、途中左に入る道がありますから左に曲がって、そうすると4番5番と船主さんのお家がありまして、それを進んでまたこのちっちゃな川を渡りますと、ここに塩の看板があって、宿根木の一番有名なの三角屋さん、で集落の一番奥にはお寺とか神社とかね、あとここに郷土色とかね、そういったものを見て、今度三角屋の反対側の路地を見学しながら歩いてくるとこういう感じです。歩くだけでしたら皆さん15分とか20分ぐらいで回ってこれますし、この赤いのは公開民家なので、お支払いいただければ見学することが可能です。水黒さんは立派な船主さんのお宅だし、三角屋さんは昔のサザエさんのお家みたいな懐かしい感じのお宅です。はい、で山口さんにもフレンチのレストランになってますしね。もしかしたらこの水黒さんのところに白とグレーのマロちゃんっていう猫がいるから江戸時代の後半に船主さんが11軒いたので、その頃は一応佐渡一金持ちになった集落です。佐渡一。やっぱりその戦国船の産業っていうのはもともと儲かった商売なので、佐渡だけじゃなくてその船主さんたちはね、奥の金稼いでたわけですけど、集落にもたくさんいた時期があったんですよ。すごいこの道、わあ、今はここに住んでること知らなかったので、上に洗濯物とか干してあります。保護地区になってるだけあって、すごいそのままの状態で残ってますね。よく見る郵便局が、なんかね、宿根木について調べると郵便局、レトロな感じ。ここが有料な昔ながらのお家、公開しているお家ですね。ここもすごい立派で、穴口って書いてあって非公開なんですけど、レストラン見たくなってて、お料理穴口すごい立派です。これが噂の猫ちゃんです。かわいい。ここがよくホームページに載ってる郵便局です。1921年に建てられた宿根木で数少ない、洋風なんだ。確かに言われてみたら洋風か。
すごいね、本当にロケで使われそう。あ、またあった噂の塩。あ、すごい消火器、レトロな消火器。あ、これは街並みモデル公開施設。ここもなんだ。あ、なんかサザエさん家みたいって言ってたところかな。ここが塩って書いてあるところもさっきの郵便局と同じで、よくホームページとかに使われてるお店、ここですね。このレトロな看板がいいですね。有名な三角屋のお家、ここがサザエさんみたいなお家って言ってました。入場料は、1人300円ですね。で、桃のかき氷発見したんですけど、どこカフェ？あ、こっちかも。テイクアウトありますって書いてあるから。まさかの、本当は違うところで桃のかき氷探してたんですけど、まさかの宿根木でありました。時間がちょっとだけあるから、ここで食べていきたいと思います。こんにちは。この辺？テーブル席、かわいい。いただきます。かき氷初かも今年。めっちゃ美味しい。このふわふわのかき氷超美味しい。まさにコーヒー。めっちゃ美味しそうじゃん。クラフトコーラだって。ここでフェリーの時間まで待ちたいと思います。あと1時間半ぐらいあるのかな。ターミナルの1階にあります。いっぱいドリンクのメニューあるよ。あ、マンゴースムージーだ。ドリンクは時ソーダにしました。時が可愛いんですけど、クッキーがめっちゃ壊れやすいので気をつけてください。では今から茶道を出ます。4時5分発。今13分前ですね。帰りは常盤丸に乗って帰ります。なんか雰囲気違うんだけど、行きと雰囲気違うね。こっちの方がなんか新しそう。しかもなんかエスカレーターついてる。ほら、すごくない？なんかキッズルームもあるし。あ、なるほど。すごい、なんか人ん家みたいな。あ、ここもすごいいっぱいだよ。うわー、常盤丸は入ってすぐのところに、この手荷物室っていうのがあって、こんな感じで荷物をね置いておくスペースがあります。こっちにご飯食べる場所があるんですよね。すごいね。行きなかったよね。1位エビそばラーメン、2位ブラックラーメン、3位岩のりラーメン。あ、すごい。佐渡汽船のカレーライスだって。ミックスソフトねえねえ、海鳥にあげるさかっぱえびせん、ここで売ってんだね。200円で売ってました。イエーイ。ミックスソフト、佐渡牛乳となんだっけ、雲南とかコーヒーのミックスです。いただきます。シャリシャリしてる系のアイスクリームだから軽く食べれるやつです。佐渡牛乳使ってるらしいんですけど、ミルキーっていう感じよりも、なんていうのかな、ジェラートとソフトクリームを混ぜた感じの味なので、私はすごいさっぱりしてて好きです。ということで、新潟県佐渡の旅はいかがでしたでしょうか。訪れるまでは佐渡イコールたらい船のイメージが強かったのですが、いざ旅をしてみると想像以上にとても魅力的な島で、また旅行中ふとここが島だという感覚さえなくなるくらい都会というか街だなと感じる場面もありました。7月に佐渡金山が世界文化遺産に登録され、タイミングよく訪れて皆さんにお届けすることができてよかったです。新潟県、また来年長岡花火に行こうかなと考えている方はぜひ合わせて佐渡へ訪れてほしいなと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かった、ためになったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。